私たちの日常に潜む理不尽なトラブル。もしあなたがその当事者になったとしたら、これは法律を味方につけ、自らの手で未来を切り開いた一人の男の物語です。第1章、静かな別れと突然の来訪者。鈴木健一、42歳、長年連れ添った妻と高校生の息子を持つごく普通の会社員だ。彼にとってその日は人生で最も静かで、そして最も長い一日に感じられた。親父が死んだ。健一は心の中でつぶやいた。がんが見つかってからわずか半年のことだった。もっと話したいことも一緒に行きたい場所もたくさんあったはずなのに、慌ただしい葬儀が終わり、親戚たちが引き払った実家で健一は一人祭壇に置かれた父正雄の遺影を見つめていた。実直で口数は少なかったが、その背中はいつも大きく、そして温かかった。思い出があふれ、健一の目頭が熱くなった。その時だった。ピンポーン。場違いに響くインターホンの音。健一がいぶかしげに玄関を開けると、そこには記憶の奥底にかろうじて残っているだけの顔があった。健一は思わず声を漏らす。よしお。おじさん。父の弟であるおじ。よしお。父とは若い頃に金銭トラブルで揉めて以来、絶縁状態だったはずだ。葬儀にも顔を出さなかった男が、なぜ今ここに？健一の胸に黒いもやのような嫌な予感が立ち込める。男は尊大にこう返した。おお、健一か。久しぶりだな。まあ、上がらせてもらうぞ。弔意を示すどころか、よしおはリビングに入るなり、キョロキョロと家の中を寝踏みするように見回し、独りごちた。兄貴も大したもんだ。俺が苦労してる間に、こんな立派な家を建ててたとはな。健一はいよいよ募る不信感を抑え、尋ねた。何の用ですか？おじさん、父とは、もう何年も。するとよしおは、健一の言葉を遮り、不気味な笑みを浮かべていった。まあ、そう焦るな。これから大事な話をするんだからよ。そう言って、よしおは革張りのアタッシュケースをテーブルに置いた。その目は、悲しみに暮れる甥に向けるものではなく、獲物を前にした狩人のように、ギラギラと輝いていた。第2章、偽りの遺言書と叔父の恫喝。よしおは、仏壇に形だけ手を合わせる素振りを見せると、健一に向き直り、うやうやしくアタッシュケースを開けた。中から取り出したのは、一通の封筒だった。よしおは、それをテーブルに叩きつけ、厳かに言い放った。よく聞け。健一、これが、兄貴のお前の親父の最後の意志だ。突きつけられたのは、便箋にボールペンで書かれた、一枚の紙。そこには、こう記されていた。私の全財産は、弟である鈴木よしおに譲る。健一は絶句した。は？全財産を、おじさんに？そんな、はずが、父が、自分たち家族を差し置いて、不仲だったはずの弟に、全財産を譲るなど、到底信じられない。健一は震える手で、その紙を手に取った。一見すると、父の字に似ている。だが、毎日見てきた息子の目には、どうしても拭いきれない違和感があった。金や払いの癖が、微妙に違うのだ。そして、何よりも決定的な箇所に目が留まった。健一は、恐る恐る指摘する。この日付令和7年5月吉日って、どういうことですか？遺言書の日付は、年月日を正確に書かないといけないんじゃ。その指摘をした瞬間、よしおの表情が表変した。ああ、いちいち細かいことにケチつけやがって、親の字もわからんのか。この親不幸者が、だいたい、兄貴は晩年、お前のことなんかより、この俺だけを頼りにしてたんだよ。健一は思わず反論する。嘘だ。父がそんなこと言うはずない。するとよしおは、遺言書を突きつけ、さらに声を荒げた。嘘を？これが動かぬ証拠だろうが。さあ、話は終わりだ。ここにサインしろ。遺産は、この遺言書の通り、俺がすべて相続する。異論はないな。よしおが突きつけてきたのは、遺産放棄の合意書だった。高圧的な態度と、ヤクザまがいの恫喝。父を亡くしたばかりで、心身ともに弱りきっていた健一は、なすすべもなく立ち尽くすしかなかった。第3章、巧妙な罠と植え付けられた罪悪感。数週間後、父の49日の法要が執り行われた。健一は、この場で親戚たちに相談し、よしおの暴挙を止めようと考えていた。だが、その考えがいかに甘いものであったか、
すぐに思い知らされることになる。法要の後の会食の席、義雄は涙ながらに悲劇の弟を演じ、親戚たちの同情を引いていた。皆さん、本日は兄貴のためにありがとうございます。兄は生前、よくこう申しておりました。俺のことは、義雄に任せた。と、健一が口を開くより先に、義雄が周到に根回しをしていたのだ。案の定、一人の親戚が健一に詰め寄ってきた。健一くん、聞いたよ。お父さんの遺言の件、おじさんに逆らってるんだって。健一は慌てて説明しようとする。いえ、あれは偽物かもしれないんです。日付もおかしいし、筆跡だって。しかし、別の親戚が、健一の言葉を遮った。まあまあ、何を言ってるんだ。義雄さんが言うには、健一くんは仕事にかまけて、ろくにお父さんの見舞いにも来なかったそうじゃないか。そんなお前より、ずっと親身に面倒を見てきた義雄さんを、お父さんが頼るのは当然だろう。健一は言葉に詰まった。それは、事実だった。この半年、大きなプロジェクトを任されていた健一は、父の見舞いに行けたのは数えるほどしかなかった。そのことを、ずっと悔やんでいた。義雄は、健一のそんな心の弱みに容赦なく塩を塗り込んできた。そうだとも。お前が冷たくするから兄貴はたった一人で寂しい思いをしていたんだ。その罪滅ぼしだと思って親父の最後の石くらい黙って尊重したらどうなんだ。義雄の言葉が鋭い刃となって健一の胸に突き刺さる。親戚たちの視線は完全に親不孝者の長男を見る目に変わっていた。誰も自分の話を信じてくれない。味方はどこにもいなかった。健一は食事の味もわからないまま唇を噛みしめることしかできなかった。第4章奪われる形見と民事不介入の壁。親戚という後ろ盾を得た義雄の行動はさらにエスカレートしていく。ある週末、健一が実家の様子を見に行くと信じられない光景が広がっていた。義雄が家の中の家財道具にまるで差し押さえのように義雄のものと書かれた札を貼り付けて回っていたのだ。健一は叫んだ。何をしてるんですか、おじさん。義雄は悪びれもせずに言い放つ。おお、来たか。遺言書にある通り、この家も財産も今日から全て俺のものだ。お前にとっての思い出の品かもしれんが、俺にとってはただの資産だからな。邪魔だからさっさと片付けるぞ。ふざけるな。まだ何も決まってないだろう。健一が激しく抗議すると、義雄はにやりと笑い、寝室のタンスを開けた。そして、中からためらいなく、一つの古い桐の小箱を取り出した。健一の血の気が引いた。あ、それは、その小箱の中に入っているのは、健一が幼い頃に亡くなった母の形見の結婚指輪だった。父が何よりも大切にしていたものだ。義雄は小箱をもてあそびながら言った。おう、こんなところに指輪が。これも当然遺産の一部だよな。高く売れるといいんだが。健一は我を忘れて叫んだ。やめろ。それだけは絶対に渡さない。健一は義雄に掴みかかった。もみ合いになる二人。健一は必死に小箱を奪い返そうとする。不法侵入と窃盗で警察を呼ぶぞ。健一が叫ぶと、義雄は鼻で笑った。呼べるもんなら呼んでみろ。遺言書を持つ正当な権利者はこの俺だ。健一は震える手でスマートフォンを取り出し、110番に通報した。だが、数分後に駆けつけた2人の警察官の言葉は、健一をさらなる絶望に突き落とした。お話は分かりましたが、あちらは遺言書をお持ちのようですし、親族間のトラブルですよね。申し訳ないですが、我々は民事不介入の原則がありまして、どちらが正しいかを判断できないんです。当事者同士で話し合って解決してください。健一は必死に訴えた。そんな、目の前で母の形見が盗まれようとしてるんですよ。しかし、警察官は困ったような顔でこう返すだけだった。お気持ちはわかりますが、事件性がないと我々も動けなくて、そう言って警察官たちは引き上げていった。義雄は勝利を確信したかのように、下びた笑いを浮かべている。法の正義は自分を守ってはくれないのか。健一は社会の理不尽な壁の前にただただ愕然とするしかなかった。第5章家庭の崩壊と完全なる孤立。その日を境に
健一の日常は静かに壊れていった。よしおからの嫌がらせの電話が昼夜を問わずかかってくる。親戚からは避難の連絡が代わる代わる入るようになった。健一の心はすり減る一方だった。そしてその影響は家庭にまで及んでいた。心身ともに疲れ果てて帰宅した健一を待っていたのはやつれた顔の妻美希だった。あなた、またおじさんから電話、もうやめてって言ってるのに。美希もまた鳴り続ける電話と先の見えない争いに疲弊しきっていたのだ。健一は力なく謝った。すまない、もう少しの辛抱だから。すると美希の堪忍袋の緒が切れた。いつまで続くの？私も息子の優太ももう限界よ。学校でお前の家親戚と揉めてるんだってなんて言われたって。なんだと。よしおが健一の息子の学校の周辺にまで悪意のある噂を流しているらしかった。家族まで巻き込まれたという事実に健一は言葉を失う。美希は目に涙を浮かべて懇願した。お願い、もう関わるのはやめて。私たちの生活が家族がめちゃくちゃになってしまうわ。悔しいけどあの家も貯金も少し渡してしまった方がいいのかもしれない。もう諦めましょう。健一は妻の言葉に何も返せなかった。美希、お前までそんなことを言うのか。親戚に裏切られ警察にも見放され、そして今最後の心の拠り所であったはずの妻にまで諦めを促される。健一は完全に孤立した。誰も自分の苦しみを分かってはくれない。深い闇の底にたった一人で突き落とされたような途方もない絶望感が健一の全身を支配していた。第6章。暗闇の底で見つけた一筋の光。深夜、リビングのソファで健一は天井を見つめていた。もう何もかも終わりなのか。父が残してくれた大切な実家も母の形見もあの強欲な男に全て奪われてしまうのか。諦めかけたその時と脳裏にある光景が焼き付いてよみがえった。母さんの指輪を取り返そうとした時、おじさんはまるで悪鬼のような顔をしていた。あんなやつに父さんと母さんの、そして俺たち家族の思い出まで汚されてたまるか。心の奥底でまだ燃え尽きていなかった小さな炎が再び勢いを増した。健一はまるで何かに疲れたようにパソコンの前に座った。何でもいい。何か反撃の糸口はないのか。遺言書、日付、吉日無効、遺言偽造罪、遺産相続トラブル相談。震える手で思いつく限りのキーワードを打ち込んでいく。すると一つの法律情報サイトが目に留まった。そこにはこう書かれていた。実質証書遺言は民法第968条により遺言者がその全文、日付及び氏名を辞書し、これに印を押さなければならない。日付の記載は年月日を特定できるものでなければならず、吉日のような記載は遺言を無効とする判例がある。無効。その二文字が健一の目に光を灯した。やはり自分の感じた違和感は間違っていなかったのかもしれない。さらにページを読み進めると、遺言無効確認訴訟という法的な対抗手段があることを知った。裁判？俺なんかができるんだろうか。不安がよぎる。だがページの下にはまずは弁護士にご相談くださいという一文とともに無料法律相談の案内が載っていた。失うものはもう何もない。健一は祈るような気持ちでその予約ボタンをクリックした。暗闇の底でようやく見つけた。雲の糸よりも細い一筋の光だった。第7章。法律という名の武器。数日後、健一は法律事務所の扉を叩いた。緊張で心臓が早金のようになっている。応接室に通され待つこと数分。現れたのは柔和な表情の中にも鋭い知性を感じさせるベテラン弁護士の高橋だった。はじめまして、弁護士の高橋です。鈴木さん、大変でしたね。どうぞ落ち着いて順を追って話してみてください。高橋弁護士の穏やかな口調に張り詰めていた健一の緊張が少しだけほぐれた。健一はこれまでの経緯を言葉を選びながら必死に説明した。よしおの恫喝、親戚からの孤立、警察の対応、そして妻の涙。高橋弁護士は一度も話を遮ることなく静かに、しかし真剣な眼差しで全てを聞き終えた。そして健一が差し出した遺言書のコピーを一別するなり確信に満ちた声で言った。
なるほど。すべてわかりました。これはひどい。鈴木さんがお調べになった通り、日付が吉日では特定の日付とは言えず、この遺言が無効と判断される可能性は極めて高いでしょう。筆跡の件も筆跡鑑定を行えば白黒はっきりします。十分に戦えますよ。健一は思わず身を乗り出した。本当ですか。高橋弁護士は力強くうなずいた。ええ、警察が動いてくれなかったのは民事不介入の原則があるからです。ですが、我々弁護士はまさにその民事の世界の専門家です。法律というルールにのっとってあなたの権利を守るのが私の仕事です。高橋弁護士は今後の具体的な流れとして遺言無効確認訴訟を家庭裁判所に提起すること、その中で筆跡鑑定を行い遺言の無効を確定させることを説明した。そして健一が知らなかったもう一つの重要な権利について語った。それに、たとえ万が一遺言が有効とされても健一さんには遺留分という最低限の遺産を確保する権利があるんですよ。遺留分。はい。お子さんである鈴木さんには法律で保障された最低限の遺産の取り分があります。おじさんがそれを全て奪うことはそもそも法律上不可能なのです。絶望的な状況だと思っていた。だが法律は決して自分を見捨ててはいなかった。健一の心に確かな希望の明かりが灯る。健一は高橋弁護士に向かって深く頭を下げた。先生、お願いします。俺は父が残してくれたものをあんなやつから守りたいんです。それは反撃ののろしが上がった瞬間だった。第8章反撃ののろしと法廷闘争。高橋弁護士に依頼してから事態は驚くほど速やかに動き出した。まず高橋弁護士は吉尾に対し内容証明郵便を送付した。それを受け取った吉尾からすぐに怒鳴り声の電話がかかってきた。おい健一、なんだこの手紙は。弁護士だと小賢しい真似をしやがって。俺を誰だと思ってるんだ。裁判でも何でもやってみろってんだ。電話口で息巻く吉尾だったが、その声には以前のような絶対的な自信はなく、どこか焦りの色がにじんでいた。一方健一は高橋弁護士の指示のもと来るべき裁判に備え重要な作業に取り掛かっていた。あった。これは親父がつけてた日記だ。こっちは昔俺に送ってくれた手紙。父の筆跡が残る資料を実家の隅々まで探して集める。日記、手紙、保険の契約書、一つ一つが偽造された遺言書の筆跡を覆すための強力な武器になる。父の遺品を整理しながら健一は改めて父との思い出と向き合っていた。そして数週間後、高橋弁護士と共に家庭裁判所の門をくぐった。いよいよ始まるんですね。健一がつぶやくと高橋弁護士は力強く言った。大丈夫です。鈴木さん、証拠は揃っています。法廷では感情ではなく事実と法律だけがものを言います。我々は真実を明らかにするだけです。遺言無効確認訴訟の第1回期日。法廷にはふてぶてしい態度で被告席に座る吉尾の姿があった。高橋弁護士は準備書面に基づき遺言書の日付の不備をつき法的な無効を淡々と主張した。そして切り札として裁判官に告げた。裁判長、原告は本件遺言書が鈴木正雄氏の筆跡ではない偽造されたものであると主張します。つきましては原告が提出した対象資料との筆跡鑑定を申請いたします。その言葉を聞いた瞬間、吉尾の顔がわずかにこわばったのを健一は見逃さなかった。第9章科学が暴いた嘘と悪役の断末魔。筆跡鑑定には数ヶ月の時間を要した。そして運命の第2回期日。法廷には前回よりも重い緊張感が漂っていた。裁判官が手元に置かれた分厚い鑑定書を開き、その結果を静かに読み上げ始めた。筆跡鑑定の結果を報告します。本件遺言書と原告が提出した対象資料の筆跡は文字の形態、筆圧、筆順等において複数の相違点が認められる。以上の点から両者は筆者異動の蓋然性が極めて高いと判断される。わかりやすく言えば書いたのは別人である可能性が極めて高いということだ。法廷がわずかにどよめく。
健一は隣で小さくうなずく高橋弁護士を見て思わず拳を握りしめた。高橋弁護士がすっと立ち上がり、吉尾を鋭く見据えた。裁判長、鑑定結果は我々の主張を裏付けるものです。被告鈴木義夫氏、あなたはこの科学的な証拠を前にしてなおもこの遺言が正当なものだと主張しますか。高橋弁護士の追及に義夫の顔から血の気が引いていく。違う、俺じゃない、俺はそうだ、兄貴に頼まれて代わりに書いただけだ、代筆だ。見苦しい言い訳をする義夫に高橋弁護士はさらに畳みかける。おお、代筆ですか。ではお尋ねしますが、自筆証書遺言において代筆が認められないことはご存知でしたか。しかもあなたはこれまで一貫して兄の直筆だと主張してきたはずですが、その発言との矛盾はどう説明しますか。それはだが俺はずっと兄貴の面倒を見てきたんだ。財産をもらう権利くらいあるだろうが、もはや支離滅裂な主張を繰り返す義夫。しかし高橋弁護士はそんな彼の逃げ道を一つまた一つと冷静に塞いでいく。面倒を見てきたですか。こちらには個人が利用していた介護サービスの記録があります。そこにある緊急連絡先はすべて長男である健一さんのものです。また個人と親しかったご友人たちからもあなたがここ何年も個人と交流がなかったという証言を得ています。それでもまだ嘘を重ねるおつもりですか。動かぬ証拠を次々と突きつけられ、義夫は言葉に詰まる。傍聴席にいた親戚たちもようやく事の真相を理解し、義夫に冷ややかな視線を向け始めていた。味方はもうどこにもいない。完全に追い詰められた義夫はただ呆然と被告席で立ち尽くすしかなかった。第10章完全勝訴。父の思いとともに未来へ法廷が静寂に包まれる中、高橋弁護士は最後のそして最も決定的な一撃を放った。鈴木義夫氏、最後に日本の法律について一つお教えしておきましょう。仮に100万が1、あなたが突きつけたその遺言書が有効なものだったとしましょう。ですがそれでもあなたの思い通りにはなりません。義夫がか細い声で聞き返す。なんだと。高橋弁護士は法廷に響き渡る声ではっきりと告げた。亡くなった方の子供には法律によって遺留分という最低限の遺産を受け取る権利が保障されています。たとえ遺言に全財産を別の人に譲ると書かれていても、健一さんは法定相続分の半分、つまり全財産の4分の1をあなたに請求する権利があるのです。あなたは法律で定められたその最低限の権利すらも嘘で塗り固めて甥である健一さんから奪い取ろうとした。その罪は万死に値します。遺留分。その言葉は義夫の心にとどめを刺した。もはや反論の余地などどこにも残されていなかった。義夫はまるで糸が切れた操り人形のようにその場にがっくりと崩れ落ちた。健一の完全勝訴が確定した瞬間だった。数ヶ月後、健一は妻の美希と共に実家の片付けをしていた。裁判の後、健一に心から謝罪した美希は今では一番の理解者として健一を支えてくれている。あなたお疲れ様。本当によく頑張ったわね。ああ、君にも辛い思いをさせたな。すまなかった。共に戦い抜いたことで2人の絆は以前よりもはるかに強いものになっていた。健一が父の書斎を整理していると一冊の古いアルバムが目に留まった。開くとそこには幼い自分を肩車し満面の笑みを浮かべる若き日の父の姿があった。健一は心の中で父に語りかけた。親父、俺守れたよ。あんたが俺たち家族に残してくれた大切なものを、金や家だけじゃない家族の絆や母さんとの思い出、そして人間としての誇りを法を学び勇気を出して戦ったことで、健一は金銭的な解決以上のものを手に入れた。それは理不尽に屈せず自らの力で未来を切り開いたという確かな自信だった。晴れやかな秋空の下、健一は晴れやかな気持ちで妻と共に新たな人生の一歩を踏み出すのだった。法律 Tips コーナー。今回のケースいかがでしたか？遺産相続は誰にでも起こりうる
非常にデリケートな問題です。今日の物語から皆さんの身を守るための法律知識を2つご紹介します。ポイント1、自筆証書遺言のルールを知ろう。今回の決め手の一つとなったのが、民法第968条に定められた自筆証書遺言の要件です。自分で遺言書を書く場合、全文、日付、氏名をすべて自筆で書き、印鑑を押す必要があります。特に日付は重要で、物語のように吉日としたり、日付が書かれていなかったりすると、遺言そのものが無効になる可能性があります。遺言書を見つけたら、まずはこの基本要件を満たしているか確認することが大切です。ポイント2、不公平な遺言でも諦めない。遺留分という権利、全財産を愛人に譲るなんて、ドラマのような遺言があっても、残された家族は泣き寝入りするしかないのでしょうか？答えはノーです。配偶者や子供、親には遺留分という法律で保障された最低限の遺産の取り分があります。今回の健一さんのように、子供であれば本来もらえるはずだった相続分、法定相続分の半分を遺留分、侵害額請求という形で主張することができます。不公平な内容の遺言を突きつけられても、決してすぐに諦めず、専門家に相談してください。相続トラブルは感情的な対立になりがちです。だからこそ、冷静に法律という客観的なルールに沿って対応することが解決への一番の近道になります。免責事項とチャンネル登録のお願い。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家や国民生活センター消費者ホットライン、188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。